どうもこんにちは、川口のです。今日ね、釣り込みやっていきますよ。この靴、結婚式で履くスペクテーターシューズですね。前回アッパー制作やりましたので、そちらの動画概要欄貼っておきますのでご覧ください。結構特徴的な、ね、スペクテーターシューズ、ボックスカーフと黒ザンガは白漆塗りの革を使ったコンビです。そして釣り込みをやる前にですね、カウンター、かかとの芯ですね。結構革靴では命ともいえるこのかかとの芯ですね。革でできてますね。でこれをもともと分厚いんですけど、今端っこちょっとね、これ機械でついてあります。ここまでいってますね。でこれだとまだダメなので手で調整していきます。この革すき機っていうのがまずありまして、革の厚みを調整したりとか、薄く端っこの方を薄くしたりとかっていう時にアッパー縫製で使うんですよ。革すき機っていうのもうほとんどミシンと同じぐらい必須な機械なんですけど、それ以外にもう一台持っていて、厚物すき機といってかなり分厚い革をすくことができる。逆に分厚い皮を普通のすき機ですくと壊れちゃうんで、厚物すき機でしかできないんですけど、厚物すき機でもともと分厚かった皮、4ミリとかそんな感じの皮を端っこの方を薄くした状態が今で、そこからまだ段差があったりとか薄くしきれてないところがあるんで、手作業で調整していきます。これガラスの板の上でやるのは、ガラスの板とか石板とかじゃないとこの包丁の刃が食い込んじゃって意図しない切れ方しちゃうんで、こういう平らなガラスだったりタイルだったり、そういう板の上でやります。でこんな感じで端っこペラペラですね。で段差なく滑らかに薄くしましたので、これでカウンター OK ですね。これで水に濡らして柔らかくしてあります。木型はこちらですね。ですね、つま先少しスクエアな感じ。丸みを帯びたスクエア。縄24のオールドスタイルブローと同じ雰囲気です。ボンドを塗ります。正確にはカウンターって言ってますけど、カウンタースティフナーですね。カウンターっていうのはこの靴でいう後ろの部分のことを言うので、ライニングのこともカウンターライニングって言ったりとか、アッパーのカウンターパーツとかって言ったりしますけど、これが補強の芯なのでスティフナーですね。日本語では月型芯と言います。月の三日月の形をしているからだと思いますね。これを靴の中に入れます。木型にはもう中底を作っております。そしたらこれで今全体の位置を決めたんですよね。まず全体の位置を決めて、それから細かく整えていくという感じですね。でここはかかとの分厚い芯入ってて、ここをしっかりシワなく変な凹凸なく釣り込むっていうのは結構難しいんですけど、こうやって軽く叩いたりしながら少しずつこの大きいシワを細かくしていきます。でこのライニングとアッパーをそれぞれ引っ張るっていうのも結構大事で、結構っていうかめちゃくちゃ大事で、アッパーだけ引っ張るとこのトップラインがどんどん反り返るんですよね。外側だけ引っ張られて、で今度内側ばっかり引っ張りすぎるとここがグッと潜り込むようになりすぎるので、いい塩梅でどっちも力調整して引っ張ってトップラインが手形から浮かないように釣り込んでいきます。
はい、これでかかとつり込み終わったとこですね。丸い。僕の足って実はですね、昔はどんな靴でも履けるじゃん、こうスタンダードな足でどんな靴でも履けるんだと思ってたんですよ、既製靴を買ってた頃は。ただ実は全然合ってる靴がなくて、本当はそれ自分では分かんなかったんですけど、それはね、自分で靴を作るようになって、自分に着方を作るようになってから分かったんですけど、実はあんまり合ってなかったと。で、なんでじゃあ履けてたのかっていうと、結構柔らかいんですよね、僕の足が。で、どんな靴にも割と収まっちゃう。硬い人だともうほんと履けないレベルので、もきついけど足は入るみたいな。で、結構入っちゃって、それでいろんな靴履けたのは良かったんですけど、逆に無理して履けちゃったりっていうのがあって、で、僕の足の特徴は結構扁平足気味でアーチがない。で、あと薄いですね、結構。で、指がちょっと長い感じもして、で、結構こうベタっとなるんで、こう歩く時に体重が乗ったり浮いたりするじゃないですか。その時の足の形が結構変わるんですよ。なのでこの靴今かなり丸かったじゃないですか。で、少しね MTO よりはかかとのね幅はあると思うんですね。少し大きめなんですよ。だけどこれが肉付きが下の方にグッとこうスライムみたいな感じで肉付きをつけた木型になってます。そこがグッと踏んだ時にべちゃっとこう潰れる感じになって、そこの肉付きのこう空間を確保しているって感じですね。本当にこの木型の形ってビスポークまでいくと足の形を捉えていくので、それ不格好になったり逆にかっこよくなったりとかってあるんですけど、僕の足はどっちかというとかっこよくするのが結構難しいですね。自分用に何足も作ってますけど、やっと最近かっこよさとフィッティングでかなりいいところまで来たなっていう感じなんですけど、それでもやっぱり自分が憧れる靴の形とはちょっと違う部分はあるんで、なんとかそれを木型の製作の技術とか変な感じに見えないようにするパターンとか、そういういろんな意味で自分の靴作るの難しいんですけど、そういうビスポークならではの難しさと面白さがあるっていうところですね。で、多分世の中にはフィッティング自分は合ってると思ってる人たくさんいると思うんですけど、実は合ってなかったりするみたいなこともあるんですよね。で、それ気づくのって無理なんで、そういうのはね、ビスポークするのは、あれだとしても MTO のフィッティングシューズを展示会とかに履きに来てもらって、で、これが本来のフィッティングなんだみたいなことを少しでも分かってもらえる、そんな機会としてもね使ってもらえたら嬉しいですね、展示会。全然釣り込み関係ない話になっちゃいましたけど。ということでかかと釣り込みできたんで、つま先の方もやっていきます。次はつま先のライニングを釣り込みます。これライニングは釘使って釣り込んでないんですけど、これ糊を塗ってあって、糊の接着で留めてますね。いろいろやり方あるんですけど、ケシではこんな感じでやってますね。ライニングの皮柔らかいんで、糊でも十分引っ張って止まるっていうのと、作業性がいいんで、ここだけですね。ライニングのつま先だけは糊使います。僕ね、ライニングを釣り込んだ時のこの状態好きなんですよね。なんかライニングのスウェード面っていうか、裏面が見えてるじゃないですか。これがこう木型に沿ってるこの感じ、何とも言えないこのめでたくなる感じがあるんですよね。サイドライニングもありますね。この靴のこう型崩れを防ぐ横にある補強の革ですね。
先芯釣り込んで乾いたので形を整えていきます。この芯をこうやって釣り込んだり、革でやったりっていうのは本当手生物の特徴ですね。大量生産とか、大量生産までいかなくても結構この革の芯じゃなくて樹脂の芯使う場合多いんで、こうやってライニングを先に釣り込んで、芯を釣り込んで、そしてアッパーを釣り込んでみたいな段階的にやらずに樹脂の芯を入れてもまとめて釣り込んじゃうみたいなことを結構、量産系ではやるっぽいんで、革の芯を使ってこうやって成形をしてこのあるべき形に整えていくっていうのこそ、そしてそれで生まれるこのつま先の立体的な形状こそね、手生物の醍醐味の一つです。ソフトスクエア、優しい感じの、ある意味ではやぼったい感じにも見えるようなつま先作りました。革靴でね、こうやぼったさってね、結構ね大事というか、全部が全部かっこよく作るのももちろんいいんですけど、かっこいい靴に少しこうやぼったさみたいな部分をね残すと親しみの持てるようなものになったりします。特に今回はね、この白い革のこの柔らかさというか儚さというか、そういうところも大事にして素材選びからやってますので、全体の雰囲気も素材と形状とデザインと全てマッチするとやっぱりいい靴だなっていう風になるんで、そういう積み重ねですね。じゃあつま先釣り込んでいきます。はい、ということで釣り込み終わりました。めちゃくちゃいいですね。いやー、これは最高ですね。ちょっとにやけちゃいますね。ありがとうございます。こんな靴を履かせてくれるなんてありがとうございますっていう、誰にお礼言ってるのか分かんないですけど、そんな感じの気分です。そしたら今回は追込みもう一足やっていきます。こちらミニスペクテーターシューズです。実はこれ妻の靴お揃いで作りたいと思います。これも実はあってスペクテーターっていうのもあるんですけど、普通の靴だとこの揃ってる感ってあんまり分かんないですけど、あえてこの特徴的なデザイン配色にすることによってすごくね揃い感が出るなと思ってスペクテーターっていうのもあります。で、僕の方はこう外羽になってるんですけど、こっちは内羽のスペクテーターですね。だからデザインは実は違うんですけど、革とこの配色を同じにすることでめちゃくちゃおそれに見えるという、そんな感じです。で、これも釣り込みですね。木型こんな感じで小さいですね。21センチとかなんでめっちゃちっちゃいんですけど、このやっぱり小さいサイズにしか出せない革靴の可愛らしさというか魅力っていうのがあるんで、ちょっとね楽しみですね。
ということでミニスペクテーターシューズ釣り込みできました。こちらも僕のビッグスペクテーターと同じようにいい感じになりましたね。これ作業的にはこれもフルハンドでハンドソン製法でいくので、僕の方もそうなので、やること同じなので2足同時にやっていきたいと思います。で完成は最後同時に完成と。ちなみにこの小さいデザインながらのポイントとしては、やっぱり穴飾りの大きさはそれに合わせて小さめに少ししてたりとか、あとは紐の穴ですね。通常新種靴だと5個入れるんですけど、この大きさで5個だと詰まりすぎちゃうんで、これ4個にしてあります。レディースだとこのトップラインを結構前目に取って靴の前方が重心が前に来るようなデザインにしたりもするんですけど、これはそういう風にはしてなくて、割とバランス的には新種靴と同じ、それをそのまま小さくしたような、ただディティールでちょっとねそれにサイズにアジャストして作ってるみたいな感じです。ということで続きも制作動画アップしていきますんでお待ちください。ではまた。